こんばんは、ゆうかです。今回は前回の続きでこちらの育線型ジムにシャバクイザリングを施していきたいと思います。前回ジッピングの途中までやって現状こんな感じです。ここからもう少し汚していきたいと思います。それでは早速本編をご覧ください。前回の続きのこの状態から始めていきたいと思います。まずは前回のチッピングで使用した塗料と同じものを使っていきます。配合は目分量で適当に作りました。本来は多分同じ濃さと同じ色のものが用意できたらいいと思います。今回はスポンジを使っていきます。このスポンジは私が台所で使用したものになります。綺麗に洗ってあるので支障はないと思います。使いやすい大きさにカットして使っていきます。細かい作業になりそうなのでピンセットでつまんで使っていこうと思います。筆の時と同じように塗料をつけたらティッシュで押します。まずはシールドに塗っていきます。エッジにポンポンと軽く当てていきます。均一にならないようランダムにポンポンとのせていきます。塗りすぎても良くないし塗らなすぎても良くない、難しい塩梅が求められる気がします。横着をして絵の具に落とすところでした。こういうのはちゃんと置いてやんないとダメですよね。シールドの先端部分には多めにのせてみました。こんな感じです。微調整をしてこんな感じになりました。廃れた感じが増した気がします。大体のやり方が分かったので本体の方も同様にやっていきます。頭はかなり小さいので慎重に優しくやりました。凹凸が結構あるのでもっと汚したくなるんですけど、そこは諦めて汚しすぎないようにしました。上半身は結構カクカクしたエッジが多いのでそこに沿ってポンポンとのせていきます。ここもあまり均一にならないようにランダムにつけるように心がけました。私は細かい作業が好きなのでピンセットでポンポンするのも楽しくできたんですけれども、ハイグレードの大きさではやはりちょっと小さいかなと思います。もしかしたらマスターグレードの方がこういった作業はやりやすいのかもしれません。上半身はこんな感じになりました。同じようにスカートも塗っていきます。この作業中にちょっと集中力が途切れがちになってしまってべしゃっと乗せてしまったところもありましたが、そこは気にせずどんどん進みます。足の方もあまりやりすぎないようにと思ったんですけど結構濃くなっちゃった気もします。それも後で修正できることを祈りつつ気にせずに進めます。全部のパーツを組み合わせてこんな感じにできました。筆だけのチッピングよりぐっといい感じになった気がします。
後ろはこんな感じです。ジッピングはこれで終わりです。続いてミスターウェザリングカラーフレッシュブラウンを使って足元の土の汚れを表現していきたいと思います。これはかなり薄めすぎてしまった気がします。コメントで教えていただいたんですけれども、薄くしたものを何度も重ねることによってストレスのかかってる部分が壊れてしまう、割れてしまうことがあるようです。これからウェザリングに挑戦してみようという方は気をつけてください。私も今後注意します。主に汚れるのは足元かなと思ったので、足元膝下までを重点的に汚しました。こうやって泥は跳ねるかなと想像しながら汚していくと楽しいしリアルな感じになる気がします。気の済むまでやってこんな感じになりました。泥の汚れっぽい表現ができた気がします。少し乾かすとこんな感じになりました。塗りたてより少しザラッとした質感が出た気がします。続いて武器をタミヤウェザリングマスター B セットを使って汚していきます。これは以前 EG8 に使ってみたので同じ要領でやっていきます。塗っている時は黒に黒を重ねるのでちょっとわからないんですけれども、終わってみるとこのパウダーの質感がすすっぽい感じをしっかり出していい感じになります。こんな感じです。続いて先ほどの足元にタミヤウェザリングマスター A セットを使ってより土の汚れを出していきます。一色だけでなく複数の色を重ねることによってリアルな質感が出せるそうです。塗料とパウダーの質感の違いも相まってリアルな土の汚れが表現できたと思います。こんな感じにできました。どうでしょうか？結構いい感じじゃないですか？全体にも同じようにのせていきます。ここは足元と比較するとあまり塗りすぎないように気をつけました。砂嵐にあったらこんな感じになるかなと想像しながら塗りました。シールドにも同じようにのせていきます。上半身を塗りすぎてしまった気がしたので足にももう少し足しています。全体を微調整したらこんな感じになりました。パウダーの質感で一層砂汚れっぽくなった気がします。後ろはこんな感じです。なんだか腰が曲がってしまっていてせっかくかっこよくできたのに変なポーズです。最後に鉛筆を使っていきます。チッピングをしたところにそっとこすっていきます。これもあまり全部にやりすぎずに気になるところ、特に角張ってるところに塗りました。ピントが合ってなくて分かりづらいんですけれども、この塗ったところは鉛筆特有のツヤ感が出て地金が露出したような表現ができます。他の部分にも同様に塗っていきます。
ウェザリングマスターでぼやっとした印象になってしまったところを後から鉛筆でこすることによって金属の質感が取り戻せると思います。塗りすぎない程度にざっくり塗ったら組み合わせてこんな感じになりました。砂漠ウェザリングの完成です。ちょっとやりすぎちゃったかなって部分も最終的には馴染んでいい感じになった気がします。ウェザリングはこのまま飾ってもいいけど、ジオラマで飾ったらもっとかっこいいのかなと思います。仕上げにスプレーをして乾かします。乾燥させるためとはいえこんな格好にさせてしまってごめんなさい。塗装前と比較するとこんな感じです。素組みでも十分かっこいいんですけれども、よりマシン感が出てかっこよくできた気がします。というわけで今回は陸線型ジムに初めての砂漠ウェザリングをしてみました。初めて本を参考にしてちゃんとやったんですけれども、やっぱり解説が分かりやすいので初めてでもそれなりに個人的には結構うまくできたかなと思います。反省点としてはちょっとチッピークやりすぎちゃったかなという気がしますが、これはこれで味が出たかなと思います。ガンプラは組み立てるのも楽しいですけれども、塗装をすると一層楽しめるかなとさっき思ってます。他にもいろんなウェザリングが載っていたので、こちらも今後試してみたいなと思ってます。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。